超レベルの低い話をしてるんですよ。振り返るとそうなるわけですよ。面白い。今こうやって線になってつながってるんだと。走ってみないと分かんないことがいっぱいあるんですよ。50ぐらい70ぐらいは経験いっぱいしてるから、こんにちは、ボンジです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。本日のテーマが質より量、量よりスピードというテーマなんですが、僕の考えではビジネスにおいては量より質なんじゃないかなって思っていて、質を重要視することでより大きな成果や価値を生み出せるって考えてたんですよ。なので真逆だなと思ってその辺ちょっと解説いただいてもいいですか？はい。質より量、そして質よりスピード。これ言いたいことってとにかく質にこだわるよりも量をやることや早くやることをこだわりましょうってことを言いたいんですよね。完璧主義はもう今すぐやめようというようなサブタイトルを入れたいんですけど、これは自分にも言ってますなぜ質より量、質よりスピードだと言ってるかっていうことなんですけど、量に勝る質はないですよ。量に勝る質はない、というよりかは量をやることで質が上がっていくって思ってもらった方がいいかもしれないですね。まあ例えばですけど、要は若い時ってまだ全然世の中知らないわけですよね。仕事のやり方とか、とにかく経験と知識、知恵洞察みたいなのが少ないんですよ。だから若い時、特に20代とかは働き出したらとにかく量をやることを頑張った方がいいですね。量をやるっていうことは早くやった方がいいですよ。早くやる。なんかいろんな諸説ありますけど、経験とか知識を積むことでしか自分の世界広がらないので、例えばですけど、その20代働き出した時って自分の知識とか経験、要は仕事をするとか、このぐらいでするじゃないですか。で、この枠の中で質が高い低いって超レベルの低い話をしてるんですよ。で、とにかくだからここを広げていくわけですね。これが量ですよ。で、この量をやることによって広がっていくんです。このぐらいになりますと、この中の枠でいかに質が高くするためにはどうしたらいいかとか、質が高いものができていくわけですね。質の高いものって僕らからして出てこないんですよ。だから若い時こそ特にとにかく量をやって、量をやるためにスピードを出して、この枠を広げていくんですよ、自分のフィールド。そうでないと本当に質の高いってできないんですよ。だってじゃあ自分がね、小学6年生の時の価値観で、質が高いものの例えば提出物、宿題とかね、その小学6年生が考える質が高い提出物って自分のこのフィールドの中だけですよ。でも今自分が振り返って思うと、あんなの質いいとかじゃないよみたいな話なんですよ。だからある意味量は質を凌駕しますよ。イメージで言うと、例えば自分の中で質10だとしてマックスが、イメージもうね5とかでもいいかなと僕は思うんですけど、10にこだわるよりも早くやることにこだわると、特に若いうちはと。だから質、自分がマックス10だなと思ったら5でいいから、5から10にするよりもいかに早くやるかと、いうことを心がけましょうと。若いうちほど優先順位としてはとにかく量をこなせと。そうですね。捉え方が違うというか話し方が違うんですけど、昔ですね、よく有名なアップルのスティーブ・ジョブズが、講演した時に言ってたのが、点と点をとにかくやって後から線でつながるんだと言ってたと思うんですけど、同じこと言ってるわけですよね。若い時ってまだ知識経験ないから、今目の前一生懸命やろうとすることが何が得られるのか分かんないわけですよ。何を得られるかを考えて分かってからやるのか、とにかく今やった方がいいんですよね。それが知識と経験になって、後から振り返ると、あの点と点はあの時意味が分からなかったけど今こうやって線になってつながってるんだと振り返るとそうなるわけですよ。面白い。なのでいっぱい点を作った方がいいですよね、そういう意味ではね。なるほど。それが何なのか分かんないけどやるんですよ、とりあえず。この人いっぱい点を作れるわけですよ。
でも片や完璧主義な人とか質を求める人はこの点に何の意味があるのかってずっと考えてるんですよね。意味がないんだったらやりたくないなって、もうその時点で考えて結果やらないっていう時間の片一方でもうサクサク点を打ってる人がいるわけですよ。でそれがその点がこのさっき言ったフィールドの広さみたいなのと多分同義ですよね。はい、なのでとにかく早くやれと、量をやれと、完璧になるまで動かないってことは、当然行動まで行くそのタイムスパンが長いので、結局結果って行動の賜物じゃないですか。結果が出るってことはその手前に行動があって、行動するってことはその前に思考があって、思考で止まってるわけですよ。早くやるってことはもうさらに早く動くんだと。そしたら良くも悪くも結果が出ると。そしたらもう一回この振り返れるわけですよ。なるほどなるほど。そう完璧にしようと思ってる人が10日かけて一つのことをやったとして、でも量をやる人はその10日でもう3個やってるみたいな、じゃあ経験値と知識圧倒的にやっぱ多くやった人の方がありますよねと。なるほど、はあ、そういう意味なんですね。だからこれはね、ソフトバンクの孫さんとかもすごいよく言ってて、ソフトバンクの、ね、バリューの中でもスピードってあるわけですよ。スピードは価値であると。昔本読んでて面白かったのは、とある人をこう子会社がなんかかな社長にするときに、なんでこの人社長にしたんですかっての問いに、早いからすぐやるから熱が早いからみたいな、こう言ったっていう逸話とかもあって、やっぱスピードはね本当に価値がありますよ。だからまあ質にこだわってるよりもさっさとやった方がいいですよね。まあでもああ言えばこう言うって言われそうですけど最低限に担保しなきゃいけない質はちゃんと考えた上で、早くやることっていうのに価値があるから、とにかく早く動こうよと。なので改めてになりますけど、最低50ぐらいのイメージかなって言いましたけど、理想的には70ぐらいですよね。70ぐらい。自分の完璧が100だとしたらもう70でいいから、とにかく早くやろうという感じですかね。だからとにかく、完璧主義の罠みたいなのがあって、完成度を気にしすぎて時間ばっかりかかっちゃうんですよ。これはなんとなくわかります。失敗を恐れて動けなくなっちゃうんですよね、完璧主義の人だと。あとよくあるのが、上司に例えば OK をもらう必要があった時に、OK もらう前に詰めすぎるんで、ちょっと違う方向行っちゃったりとか、そこまで考えなくてよかったねみたいな、この時間何だったんだろうなみたいな。だから本来は例えばここのポイントで上司に確認をして進めばよかったんだけど、進みすぎちゃってちょっとこっちにそれてって、ここで確認しちゃったからもう一回ここに戻ってここから行くと、ここからここに軌道修正するとか、そういう作業も入っちゃったりするんですよね。本人は丁寧なつもりでも実は遠回りになってることって結構あるんですよ。そうやったら自分がここまでやろうと思ってなくても、ここの視点で一回確認しようと思って、ポンって確認したら方向性せずにまっすぐポンってやった、実はこっちの方が早かったじゃんみたいなことも結構あるし、質が上がったじゃんってこともあるんですよね。だから先ほどの例もそうですけど、10日で1つのタスクやるって言った時に、早くやる人を例えば5日で仕上げて、もうフィードバックもらいに行って、そしたらもうすぐ添削されて、さらにグレードアップしてっていうのを2回できるとかね。でもやりすぎる人は10日で1回ポンって出すから、そこから添削しとか赤ペン入っちゃったら、10日過ぎちゃったじゃんみたいな話とか、あんなのよくありますよね。なので実践のコツとしては、最低限のゴールを決めましょうと。質として担保しなければならないのはいくつなのかと。それが先ほど僕が言ってる50なのか70なのかとかってことですよね。とにかく早くやって、とにかく早くアウトプットしようと。そしたら下手したら上司とか仲間とかからフィードバックもらえるかもしれない。他の人がちまちまやってる間に改善できますよと。だからスピード感のある人っていうのはやっぱり考えながらも走り出してるんですよね。すごい余談ですけど、例えば引っ越しの仕事やってると、現場の仕事ですよね。要は引っ越しの現場のスタッフで早い人って、どういう人かなと思って昔現場やってる時に考えたんですよ。結論、無駄がない人なんですよ。無駄がない人っていうかね、移動時間が早い人。移動時間が早い人。作業の時間ってある程度習得してくるとそんなに変わらないんですよ。要は建物条件とかいろんな条件ありますけど、そう同じ条件同じ人がいてもあんま変わらなくなってくるんですよね。結局どうしたら一番こう早く仕事が帰ってくるか考えたら、移動時間をいかに短縮するかなんですよ。走ってる時もやっぱいろいろ考えてるわけですよ。僕なんかだと当然道を覚えるっていうのも
もそうなんですけど、引っ越し先があっちだからあっちの方角だからって分かってるから大体主要経路分かってると、それこそ一生懸命地図見てどっから行こうかなって考えるよりも、ね、とりあえず走り出して方向分かってるから、大体こういう風に行くんだろうなと思って走りながらちゃんと地図もう一回見直して、ちょっとこっちの方が行った方が早いなっていうのをこうやっていくわけですよね。だからゼロだとそれがどっちの方向走っていいか分かんないからダメなんですけど、その50ぐらい70ぐらいは経験いっぱいしてるから、ここからあそこに行くんだったらこういう道を通っていくだろうっていう経験則、方向性間違ってないみたいな、自分の中ではだから70点ぐらいを持って走らして、で走りながら最短ルートはどこかみたいなね。やっぱりこう考えも大事だし、考えながら走ってる人って結構いて、どれだけ考えても机上の空論というように、走ってみないと分かんないことがいっぱいあるんですよ。でも考えずに走っていっちゃったらとんでもない方向行ってるかもしれないですよね。なのでそう50、70とかとにかく最低限の質をどこ担保しなきゃいけないか決めて、でもうそれで GO しながらさらに考えていくスピード大事だからと。なるほど。あとはまあ大体のことが大した失敗にはならないので、だとしたらそう最低限のだから質の担保ができればそれ以外の失敗は大したことないことが多いので、失敗するんだったら小さく早くしましょうと、そうしたらすぐリカバリーできるし改善できるから、そんなところです。いやなんかでもすごく腑に落ちました。なんか量とかまあ回数が多いほどなんか新しいアイディアとか発見も生まれてくるだろうなって今話聞きながら思いましたし、なんかイノベーションが生まれやすいとかっていう側面もあるんですかね。もちろんそれもありますよね、とにかくやっぱり完璧主義をやめて、やっぱスピード感、量、改善サイクル、みたいなものを大切にした方がいいですよね。だから失敗したくないんじゃなくて、失敗してもいいからいかに早く目的に近づくかということを考えた方がいいんで、なんかね、そう完璧主義な人ってやっぱり失敗したくないみたいな、ペケつけたくないみたいなのが多いんですけど、大体そういう人が思ってるペケって大したペケじゃないんですよ。だったらそう早くやることを、早くやって量をやることを、そしてそれを生かして改善をもうする前提でサイクル回しちゃった方がよっぽどできるようになりますよね。確かに、特になんか成長フェーズではスピード感を持って量をこなすことが必要だなって今すごく実感しました。だから普通の社会人の中で言うんだったら、仮に大卒して働き出したとしたら、20代はとにかく、スピード量改善みたいな、質なんか求めてもしょうがないですよね。いろんな経験を積んだ、40とか50の人から見てみたら、社会人になりたての人が思う質なんか大したことないのよ。だったら量やるんですよね。それがある意味個性じゃないけど、その年代別の特徴を生かすことでもあるわけですよね。なるほど。だってどう考えたって、例えばじゃあそれこそ大卒して新卒で入った人とある意味30年ぐらい働いて、第一線で頑張ってる50の人と、どう考えても質っていう観点で考えたら負けるに決まってるじゃないですか。でもスピードだったら勝てますよねと、スピードと量だったら勝てるはずなんですよ。でもそういう人も絶対若い時はスピード全速力で量をこなしてきたから、結局その質が生まれてるわけですよ。最初から質なんて求めて量はどうでもいいやなんて言ってたら、多分そういう人にはなってないんですよね。これもスポーツに例えたら分かりやすいんですよね。スポーツ、それこそ野球とかサッカーやるときに、データ分析大事ですけど、データとか YouTube とかインスタ見て、こうやればいいんだ、ああやればいいんだってひたすらこうずっと見てるわけですよ。でもやってみないと分かんないじゃないですか。いろいろ練習してみて、数やってみて、合わせてこれを見ながらやっていった方が上手くなるのに、ずっとこれ見てるだけなんですよ。イメージトレーニングしかしてないみたいな。ゴルフだってそうですよね。雑誌読んで、YouTube 見て、インスタ見て、こうやってやればいいんだとかって見てるだけで上手くなるんだって誰も苦労しないんですよ。間違いないですね。こんな練習は意味ないんだとかってこれ見てってるわけですよ。自分やってもらえない。本当の意味ではやっぱりね、上手くならないと思いますよね。なんで、スピードをとにかく意識して量をこなして改善をするということを大切に、実はとにかくその積み重ねの結果なんで、まずはそうやってやっていきましょうという感じですかね。ありがとうございます。
皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入った方はぜひいいねやコメントをお願いいたします。